はい、こんにちは、村岡正則です。今日の動画はボートシーバスです。秋のね最盛期、今日は10月16日の今は昼の2時ぐらいですね。今日はね、なんと女の子と釣りデートでございます。ってことで、さっきからいい匂いがねプンプンしてるんですけど、今日のゲストアングラーはこの方です。よろしくお願いします。はい、岡田まりなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めましてじゃないんだけどね。そうですね。先々週かな。はい。釣りビジョンさんのねロケで同じチームでね2日間一緒に戦ってトライアスロンでやっと仲良くなったんで今日お誘いしました。ということで、ありがとうございます。ちょっと鼻の下を伸ばしてお届けしたいと思います。今日はまず明るい時間、沖シーバスちょっと調子いいんでやって、で夕方サワラが跳ねるところ帰り道あるんでそこで釣って、はい、で帰るって感じでやりましょう。はい、釣れますかね。釣りましょうね、釣りながらいろんな話を聞きたいと思います。はい、ということで楽しみに、でも楽しみじゃないということで、はい、じゃあということで早速向かいたいと思います。はい、さあ着きました。到着。よし、フィッシュマン今日は5点でいきます。タトゥーラ 300P5 号、おぼつ200。あー、だいぶ雨の濁りが出たね。そうですね。これでどうなるかな。魚いるけどな。これ雨の次の日ってダメですか。いや、今の時期はいいですね。まだ11月ぐらいになると昨日ぐらい降っちゃったらダメ。一気に魚が落ちたりして、めちゃくちゃいる。この城が潮目にいるね。おー、ベイトは今この城ですか。そうだね、ここはこの城だね。映ってるのも跳ねんのが見えんのも。見て、汚れてる。オイル。あんな感じで、すごい。あちこちでその潮目にいるんだと思うの、多分。めっちゃボイルしてる、あそこ。うわああ、やってる。ああ、いいね。すごい。早く投げよう。猫これただ巻くだけでいいですか。この状況だと、まあただ巻きでも出ると思うし、早い巻きでいいと思う。多分早巻きキューって中速で巻いてくるぐらいでいいと思うし、動かして左右に振ってガラガラ音出すのもいいと思うな、多分。なるほど。なんかジャークみたいに。そうだね、まあ、軽くなんか水面、あの動きは出ると思う。多分こんな感じでガランゴロンって、しかも音すごいからね。ちょっと濁ってっから、今日は音で呼んだ方がアピールだ。止まってて全然大丈夫なんで、途中のステージ感があって。 GT も結構やってるよね、おかまりね。4年ぐらいから真剣に。去年から真剣に、その前は、もうでも8年前ぐらいかな、家族旅行で1年に1回だけ、両親とチャーターして行くんですよ。家族旅行で GT。 そう、だから一瞬も休まったことはないです。すげえ。もう3泊4日ぐらい、3泊4日ぐらいに行って、もう毎日船かおかっぱりで。でもう夜は飯食って寝て、まあいいよね。でも何するって決まらない家族旅行よりもう全員がねそれが好きなら最高よね。確かにそうですね。なんか最初は母があんまりやらなくて、でなんか温泉とかが別に楽しみだから、こうホテルいいとこ取ってみよっかとかだったんですけど、もううちのお母さんが釣りに参戦したのが3年前ぐらいかな。お母さん大きいよな。お母さんが参戦なら財布の紐もね緩むし。そうですね。なんかもう多分諦めたみたいでやるしかないってなってからはもうホテルとかも本当になんかクモの巣とかありそうなとこ取ってチャーター船に釣り込んで、チャーター船に釣り込んで、もう全然本当寝るだけのために帰ってる。それは幸せな家族だ。そうですね。でもまだ家族旅行で GT あげたのは、6年前に私が1本取っただけなんだ。まだ父母は釣れてないんです。釣れてないんだ。ちょっと入れ直しましょう。あ、ごめん、出た。あ、出た。あ、それ出てる。消えて。もっと遠く。よっしゃ、出た。
あ惜しい。出たね。出ましたね。なんかすごい GT ルアーのイメージがあるからこんなに出るんだやっぱり。この城ってるからね。すごいですね。スネコンとか持ってきてんのがすごい。俺持ってきてない。そうなんですか。おい、お客さんいるから絶対今日はスネコンだと思ってます。その時点で参りましたって。真剣で見ても誰ってなりますよ。あ、スネコンだ。そうそう、青く。ああ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あれ？しおみ。おお。すごい、こんな偶然。どう？結構良かった。良かったって終わっちゃった？もうすぐ。サーラーどっちがいいの？船橋沖がいいの？ああ、サルベージだ、サルベージ。頑張ってください。もうここにも反応あるぐらい。あ、すごい反応。反応出てるからせっかくだから近くで流してる。隣なの。知り合いじゃないと。知り合いじゃないとできない。おい、そこにつけんのかよみたいな。はい、じゃあ3流し目いきます。やっちゃう、2流し目だ。頑張ってください。お隣失礼します。なんだろう、普段釣り親父にはないこの爽やかな感じ。爽やかですか？美人が2人半径30メートル以内にいるってだけでこんなに空気が爽やかになるのか。お、おう。はい。すいません、今パトロールで回ってんですけど。はい。あっちの船もお友達の船ですか？はい。お友達です。遊漁とかじゃなくて。はい、僕らはプレジャーです。あ、そうなんです。はい。あ、わかりました。ちなみに今そのなんかカメラで撮ってたりする。YouTube 撮ってます。はい。はい。点検？はいはい。はい、いいですよ。あ、用意大丈夫でしょうか？はい。あ、ではこの中に入れて。ああ、はいはい。はい、どうぞ。はい。で、何時かそうですね、何時までやるのとか、どこから行くとかっていうのをあと何個か教えてもらいたい。はい、どうぞ。あっち捕まえた方がいいですよ。あっちの方がなんか店員オーバーかもしれないですよ。あ、村岡です。正則。はい。週6ぐらいやってますね。鈴木ばっかりですね。まあそんなこともしがないプロやってます。たまに、はい。たまに見るんですけど。はい。ありがとうございます。てなことで突然今年初めて臨検食らった。すごいですね。毎年1回2回食らうけどね。あの船2、3隻ね巡回してね、はい、回ってんだよね。小峰君たちはいなくなっちゃいました。そそくさと。俺たちの方が健全に見えない。あっちの方が絶対怪しい。捕まえるならあっちだろうって思ったけど。確かに髪型とかもね。ね、あっち金髪アッシュですよみたいなさ。本当ですよ。10月なのにタンクトップの人いたじゃないですかみたいな感じで。よかった何事もなくて。やりましょう。また。はい、やりましょう。お願いします。ちょっと入れ直しましょう。さてさて気を取り直して。ちょっとやっぱ一昨日より渋い感じ。一昨日ここ来たんだけど、向こうの船も検査を受けております。検査受けてる間、結構ボイルしてましたけどね。本当ね。だって一番いい反応つけてさ、はい、さあ流そうっつって行った瞬間だと思って。なんか後ろに船の気配がするから、あれもう行って知り合いしたっけと思って振り返ったらおまわりさんでしたってね。いろいろ使ってください。何でもバイブレーションとかの方がいいかもよ。なんか上に反応はある。うん、反応あるけどサワラもやりたいからな。そうですね。ちゃちゃっとシーバス釣ってちゃちゃっと釣ってほしいな。黒いあ、いやもう今は、はい、とりあえず自分の自撮り、ち
兆候は回してるね。あ、なるほど。であんまり面白くなかったかなって時は使わないみたいな感じで、2週間前にヒーカ釣り行ったの。いいか。ヒーカでヒーカはさすがに YouTube はいいかと思ってずっと一人夜中やってたけど、でもやっぱその時は4杯釣れて、でなんか家で食ったのね、バター焼きにして、でうめえって時に、あでもなんかちょっと気まぐれクック感欲しいなと思って、やっぱちゃんと取り行けばよかったと思って、取っときゃよかったっつって、ありますよね。またやろうかなって、ていうかもう船の上でやろうかなと思って今度。あ、ヒーカー焼いてってことですか。来る今度。行きたいです。ヒーカバター焼きの会みたいな。夜とかやったらたまらない。そう夜ね、もう全然波のないとこでやるのヒーカって、港の奥だから次々餌食になってチェック受けた船は早々に退散するみたいな。雑談は何なんだろうね。なんか何かを探り出すかね、やっぱりそこからちょっと怪しいなみたいな、何年乗ってるとかどっから来たかでちょっとなんかうごうごしたら怪しい。やっぱり職務質問と一緒で、あなんかこいつら違うぞってさ、ちょっと誘導尋問なんか一見カップルで釣りしてるっぽいけど実は死体の残りを捨てに来たんじゃないかとかさまあそういう感がね、やっぱまあその人を疑うのが仕事じゃん。そうですね、疑うことがいい悪いじゃなくてさ、それがお仕事だから、まあ会話なかったら疑えないからね。ちょっとした会話からちょっとヒントを得るんでしょうね。トリプロ連続殺人事件みたいなのが起きてんのかもしれない。こうまあでも意外と先見の更新忘れとか、船舶免許も10年に1回だから忘れるじゃん。だって平成36年とか書いてあると、あすか出た白い煙突の方、いいコースいいコース。いや大丈夫そこ通ります。この白当たった。よし出るぞ。いや出ないね。よしちょっと入れ直そうか。なんとか釣ってそろそろサワラタイムですから、シーバスも1本ぐらい釣りたいよね。釣りたいですね。一時よりはなんかちょっと渋くなったかね。小峰君がね、なんか過去形で言ったじゃん。どうって言ったらさ、よかったですとか言って、よかったですみたいな。過去でしたね。あれは過去。細草とサワラ行っちゃいましたもんね。満潮と入れ替えでね。見るからに速いよな、あの船は。すごいエンジンでかいし、船体が異様に細いカヤックみたいなさ、スピードカヤックみたいな細さだから、そりゃスピード出るよね。でもあんまりスピード出しすぎると壊れちゃう。壊れるってね。何が壊れるんだか知んないけど、もう古いんで壊れちゃうんですよなんて。でも何年も使ってるってことですね。俺が23ぐらいの時にはもういたからね。まだ真っ白でだいぶ茶色くなったけど、あれもともとは真っ白だったのかな。真っ白だった。いやもともとねクリーム色だったの。ちょっとクリームの、沖で見てもクリーム色のとんがった船体見たら、やばい来たぞっつって、まあ極力ね職務質問と一緒だから別に悪いことはしてないけど面倒だからさ、したらなるべくこう見えないように目立たないようにしてたけど。確かに早いですね。もうあんなもんじゃないよ。もうあんなもんじゃない。本当に一度も明らかにこれ俺たちに向かってるよねっていうのを遠くで察知した時があって、で近くだと逃亡になるじゃん。でも遠くだとなんか俺たちに向かってるような気がするぐらいだったら移動じゃん、それは。そうですね。だから最高速で移動したの。で46ノットぐらい出てて、多少追い風もあって、でこれなら追いつけないんじゃないって言ってたのにビルビル来て。でなんかずっと逃げてるとますます怪しいから、いかにもポイント入れ直したみたいな感じで「はい」って止まったらあっという間に追いついてきて、止まり方をちょっと変えればね、見えてませんよみたいな。でも聞かれたよ、逃げようとされましたみたいな「いやいや」とか言って「全然気づかなかったです」とか言って、むしろ長くなるんじゃないですか。いやね、向こう双眼鏡でちゃんと見てんだよね、一人が。大体運転席の横で双眼鏡で見て、ちょっと船行こうとか肉眼でやってないから絶対目が合ってんだよ。ゴシゴシしないですね。シーンとなっちゃったね。アルゴピアノ165160いいよね。でもなんかこんないつもまっ
青な海で泳いでるからこんな濁ってるところで泳いでるイメージがないな、スネコ。なんかルアーの動きって見てるだけで幸せな気持ちになりますね。そんな人あんまりいないけどね。いないですか？私昔、ビッグゲーム始めた頃とか、どうしてもこの大きいルアーが投げれなくて、で悔しくて東扇島、川崎の、あそこでフックつけずに、ずっとキャストの練習してて、でも今考えるとフックつけなかったら全然意味ないのに動きがね。そう、当時まあでも投げる練習にはなるからね。すごい一生懸命やってました。努力家。努力だったのか、なんかやることなくて本当にすごい暇だったんですよ、歌手やってて。そっか。リリースとかない時とか。合間のライブはどれぐらいの頻度でやってたの？ライブはもう結構ずっとやってました。全国毎日みたいな。そうですね。全国の箱回る感じで。はい、ライブハウスで、なんかハロプロ関係のバンドだったんで、やっぱりハロープロジェクトがみんな集合するフェスとか、そういうのにも出たりとか。モーニング娘。がエースなの？そうですそうです。モーニング娘。のエースやってたパーカレーナちゃんの仕事と、私でパーカレーやらせてもらって、キャリアの差がすごすぎて、なんかもう辛かった思い出します。それ実力もちろんもう全然踊ってるの分かるから、それプラスやっぱお客さんたちが自分のこと見てないのがこう目に見えて分かっちゃって、結構最初の方はなんか楽しくなかったです。なんかそれは辛いよね、やっぱね。そうですね、なんかもう本当に一般人で、あ、ボイル。あ、いる、この城浮いてる。シャワシャワって進んでる、先頭進んでる向きわかる？どこですか？なんか水面でさ泳いでるのわかんない、この城が。これか、はい、あれの動いてる側になる。なんかできんないな。あと10分で移動しよう。河原に一匹釣りたいよな。みんな出てないんだよね、船が。今4隻やってるけど、出会い待ちしてんのかな。ここからじゃあ釣りプロを目指してる感じ。どこを目指してるんでしょう。そんな感じ。とりあえずやりたいことやってるって感じ。そうですね。でもずっとそのやりたいことを後悔しないようにやろうって思ってここ数年歩いてきて、今の形になってるんですけど、この先どうしたいっていうのはあんまりないけど、釣りができる環境でいたいんで、なんかこう釣り関係のお仕事とかはずっとしてたいなと思うんですけどね。好きなことばっかりやってきちゃったから、どっかでちゃんとしなきゃいけないかもしれない。いや、それはいらないんじゃないかな。それは世の中の詭弁だと俺は思うよ。俺もそういうこといっぱい言われてきたけど、どうにかなったからもう。結構音楽もともとすごい好きで、高校卒業する時に歌手になるって決めて、もうみんなに歌手になりますって言ってオーディション受けて歌手になれて、でもずっと釣りはでももうちっちゃい時からやってた。歌手がきっかけで釣りもお仕事になったんですよ。なんかラジオかなんかで、釣り好きなんですよって言ったら、たまたまプロデューサーさんが釣り好きで、で、おかまり釣り仕事にしようよって言ってくれて、そこからなんかメディアに出るようになって、釣り一本にしたのは本当に去年。7年歌手やりながら釣りもちょっとやらせていただいたりとかして、歌手辞めてから OL やりながら釣りの仕事して、で去年辞めて晴れて釣り一本みたいな。いや、いいと思う。で、まあ好きなことで生きていくのもね、全が全いいわけじゃないんだけど、どうせきついなら好きなことやってた方がいいし、うまくいけばそれは言うことなしじゃん。確かに。で、そうじゃない人はね、叩くけどね、好きなことをやってないで生きてる人はさ。だけど1回しかない人生だからね。でも私本当は全然多分元々の性格がめっちゃ保守的というか、保険が常にないとダメな性格なのに、なんでこんな生活してんだろうって本当不思議なんですよ。だから本当会社とかに入って、しっかり知恵いただいてとかの方が本当はそういう性格なんだ。本当はそういう性格なんですよ。でもなぜ？
だから何がどうなって今に至ってるのか自分でもちょっとよくわかんないんですけどなんかたまにひらめく時があって、あ、絶対これやりたいみたいな、そのひらめきが一番力が強いというか、そうすると行動できちゃうんですよね。でも OL はなんか4年ぐらいやりましたけど、結構それはそれで楽しくて、なんか向いてはいるのかなと思います。向いてると思う。パワーポイントの資料作るの一番好きだってた。うわー、惜しい。いいね、その動きやっぱ、上に出てくる動きがいいんだな。あと6分。あと6分。上手スネコの動かし方。本当ですか？GT が出そうだけどそれでいいんだと思う、多分。さあラスト1投。芝生は夜もあるし、さあ釣ろうぜ。はい、じゃあ移動します。残念ながら芝生ダメだったんで、サワラやりに行きましょう。はい。さあちょっと沖に来ました。水深16メーター。いますね。サワラもいますね。さあやりましょう。はい。多分下跳ね出したらミノでもねいいかもだけど。TG シャルダスプロと。今ねちょっとテスト中の TG シャルダスっていうタングステンのシャルダスのモデルがあって、まさにこういう釣りにぴったりなんで、それを投げてます。なんだろうね、この水、真水が上で、ほらなんかわかるでしょ、下海水で上に真水が、だから下は関係ないの、深いところはね。ここぐらいまで沖来ればこんなもんだけど、やっぱさっきの岸際だともっと分厚いんだよね、多分。右にいる、右。このモヤモヤを見てください。じゃあ岡森はさ、何を目指してんの、今後どうなりたいとか。そうですね、いろいろやりたいことがいっぱいあって、せっかくこう釣りのもう今メディアとかに出てるので、この仕事自体は好きだからずっと続けたいっていうのと、なんか来年からアパレルとかをやって、アパレルね、あとは企業にこう交流の例えば資金を集めるためにセミナーやってみたりとか、ちょっと海とかにいいことをもうそろそろしたいな。なるほど。ダメだな、ちょっと日が沈む。もうちょい行こう、もうちょい走ろう。いい反応を探そう。はい、もう同然反応でございます。しかも追われてさ、こううねってるような反応だよね。イワシがさうねるじゃん。その反応です。すごいいい反応。ほら上にした。これをちょっと釣ったも同然反応です。しかもこれ追っかけ回してるからね、こういう反応。でかい魚持ってるし、これなんかサワラなの、多分ぶっとい線は。イワシがこううねって逃げて、サワラの周りをさ避けるように逃げるじゃない、そういう反応だよね。かクラゲがうねってるかどっちかだと思う。アップがいいかな。ちょっと向き変えてみます。斜め45度ぐらい投げて、早巻きなんだけどこう軌道に R をつける、軌道がカーブする巻き方、ちょっとサイドに投げて、でただまっすぐ上がってくるんじゃなくて、船はどんどん左に行くから引っ張りとかだんだん上流に向かうから、ブレードがこうなるんだよね、こういう角度。それをつけるとより一段食わせやすくなるの。じゃねえな、ジョルティかな。はい、じゃあ開発終わったばっかりのジョルティ46です。ブレード付き。何にしよう。まあジグが硬いんだけどね、ちょっと反応がなさすぎるよね。じゃあメタルシャルダスにしようかな。それはいいかも。ゆっくり弾けるからね。これでいいんだけどな、反応としてはな。魚が多すぎ問題だね。まあ追われてるけどな。何釣りが一番好きなんですか？一番好きなのはシロギス釣り。シロギス釣り？なんでですか？なんでだろう。引きの強さと毎回ちゃんと餌丁寧につけて入れたらほぼ絶対当たる感じと、食べての美味しさと好きだな。もう原点だな、原点。ルアーじゃないんですね。で次に好きなのはスズキ釣りだな。でもスズキ釣りはもうあらゆるフィールドがあるから、どこのスズキ釣りが好きですかみたいな話になってっちゃうじゃない。もうシルギスもまあもちろんサーフだったりボートだったりあるけど、もう何でも好きさ、シルギスは。よし、やりましょう。私こんな釣りプロみたいな YouTube あんま撮ったことなくて、ル
はなんとかですみたいな。ないね。村岡さんのモノマネ。声がいいよね。穏やかに視聴者さんに語りかけるような感じの、なんか俺はいいなってファンが増えるだろうなと思った。本当ですか？車の中とかでさ、なんか静かに始まったり、はい、静かに終わるじゃん。そうですね。なるほどなぁなんて思って。でも私村岡さんの見て、うん、GoPro に向かってずっと一人で喋るのいいなと思って、そういう形式にしました。あ、なるほど。カメラ置いてじゃなくて。そうですそうです。でもなんか釣りプロさんっていつも思うのが、こうカメラ向けられて、なんかいろいろこう状況とこういうの話さなきゃいけないってよく思いつくなと思って。なんか私いつも自分の YouTube で話すことって本当にお昼ご飯の話とか、なんかもう状況とかよくわかんないんですよ。だから何をみんな話してるんだろうと思って。なんだろうね。まあ実際釣るために考えてることを口にしてんじゃないかな。ちょっとやっぱなんとなく潮の流れが悪いんだよねとかさ、とかその状態からなんかさっきよりちょっと流れ出した気がするなとか。もうちょっとしたことを、でそうだするなら今こういう潮回りのこういうタイミングだから、出た。おお、どっちだ最高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 。ちょっと待ってブロいんだ。ちょっと待ってよ。サワラだ。ゆっくり行こうゆっくり。最高じゃん、すげえな。はい。どこに？ジョルティが。マジで？あ、じゃあそのままやろう。ちょっとそのままファイトしてて。もう。入ってる。ゆっくり行こう、ゆっくり。出た、そのまま。いや、じゃあまだこっちにかかってる。え？なんで？どういうこと？外れちゃった。切れちゃった。わあ。で今かかってたのに。言い方のサワラでしたね。サワラだったね。頑張れ。まだ出るよ。うわー悔しいね。出たねサワラ。惜しかった。俺もブロイにしよう。水面出たね。水面にワシャーって。やっぱりいるんだな。やっぱこの反応で合ってたんだね。すいません、俺のジョルティが水面にあったはずなのになんか拾っちゃってたね。私のミスでございます。いやまだ反応あるから大丈夫。釣りましょう。うわー、ショック。何よりもブローインがなくなっちゃった。後であげる。あと1本あげる。今ある？今ないんですよ。もう165はない。でも140がある。140。言ってください。ありがとうございます。釣れるよ。はい。かまりさんが出してくれた。てか俺今日まだ何にもかけてない気がするよ。すんごい綺麗な夕焼けです。すごい綺麗ですね。あの正面にいる。あの正面にいる。東京はやっぱり夜景が綺麗ですね。そうですね。ロマンチックでいいですね。釣りデートですからね。でも釣りデートとかしたことあるんですか？ある、いっぱいある。釣りする女子とか？いや、しない女子が多かったかな。来てくれるんですね。なんかやっぱ結局自分のフィールドに来てもらわないと自分の魅力って見せらんないじゃん。まあ確かに。だからでプラスそこを見せてそれでもじゃないと結局偽った自分でさ好きになってもらっても、例えばシティボーイな俺を装ったとこで付き合いだしたら違うわけだからさ。もう素の自分をそう最初からまあ 2,3 回目とか行ってそのガチの釣りじゃなくてね、こんな感じで普段遊んでんだっていう感じでこう潮回りっていうのがあって、このお潮とかなんか君が待ちいて満月とか新月の時、会えないんだなと思っといてもらえたら助かるんだよねみたいな。で月が欠けてきたらそろそろ連絡が来るぞみたいな。その辺の先にそういう告知も大事だったし、もう釣りの方が優先だったんで。なるほどですね。だから絶対君が一番だよって言わなかったからね。釣りとなんか
した恋愛って両立難しいですね。難しかったから、まあだからそれでもそんな自分でもいいよって人と付き合っておけば本当に楽なの。こうでどうしたってさ、大雨の日とか大風吹いて釣りなんない日に今日会えるって電話かけるわけじゃん。確かにめっちゃ都合いいじゃん。そのめっちゃすごい。そのめっちゃ都合いいのを理解してくれる人いました？あ、いたいっぱいいるよ。いっぱいいる。そういるんだ。最初から嘘つかなきゃいいってことだよ。そういう人だと思ってれば怒んないじゃん。そういうもんだから。逆に釣り人同士はダメなんですか？どうだろう、俺釣り人と女子と付き合ったことないんだよな。そうなんですね。そしたらもうね、デートにするか釣りにするか選ばなくていい話じゃないですか。うん、でもなんか一言言いそうじゃん。ちょっとそんなノットで大丈夫なのとかさあーリーダー傷ついてるよとかって喧嘩になりそうじゃない。自分が出張でさどうしても行けない時にさじゃあ釣り行ってくるとか言ってなんかとんでもないの釣ってたらさ夜帰ったら口聞きたくなくなっちゃうかもしれないじゃん。もちもちしたよね。でもなんか私そこがすごい悩んでて、悩んでてっていうか、その付き合う人は、きっと釣り人の方が楽しいと思うんですよね。こういう時間を共にできるから。でも結婚したりしたら自分が行けなくなった時に、相手が釣り行ってたらすごい嫌じゃないですか。揉める気がして。揉めると思う。だから子供生まれた瞬間にどっちかが残んなきゃいけない状況が発生するじゃない。そうですよね。その時に大体奥さん側が残る中、男性は釣り行って奥さんが釣り人の時ほどやっぱりその恨みが大きくなるよね。なんでよ。確かになんか恨みそう。私もでよっぽど釣れたって言って帰ってくる方が腹立つみたいなさ。ひどい目にあったって帰ってきたらまださざまみろでも済むかもしれないけど性格悪くないですか。反応こんなにあんのにな。出てますね。出てる残念。まあでも見せ場作ったよ。岡丸すごい作りました。まあ夜備えましょう。まあ夜もまた状況変わってそうだけど。よし、じゃあ、ちょっと前半終了ってことで後半頑張りましょう。夜の部にもう夜だけど夜の部頑張りましょう。夜の部パート2。はい、ということで夜また頑張りたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。